皆さん、こんにちは。優しい日本語、ポッドキャストの時間です。さくらです。今日の天気はどうですか？私の住んでいる場所は、とても良い天気ですよ。さて、早速ですが、皆さんは日本での生活に慣れましたか？日本に来たばかりの時、毎日が新しい発見で楽しいですが、同時にわからないこともたくさんあって、少し不安になる時もありますよね。そんな時、私たちの生活を助けてくれる、とても強力な道具があります。それは、皆さんがいつも持っているスマートフォンです。今日は、このスマートフォンに入れると、日本での生活が何倍も便利で、安心で、そして楽しくなる、日本生活で欠かせないおすすめのアプリを詳しく紹介したいと思います。一つ一つ、どんな時に便利なのか、どうやって使うのか、具体的に話しますので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。一つ目、コミュニケーションのアプリ、LINE。まず最初に紹介するのは、もう知っている人も多いと思いますが、LINE です。このアプリは、ただのメッセージアプリではありません。日本では、これがコミュニケーションの基本になっています。日本人の友達ができたら、まず最初に LINE 交換しませんか？と聞かれるでしょう。会社やアルバイト先での連絡もほとんど LINE を使います。ですから、LINE を持っていないと少し不便に感じるかもしれません。LINE の何がそんなに便利なのでしょうか？まず、メッセージのやり取りや無料の電話ができます。これは日本の友達と話すときだけでなく、あなたの国の家族や友達と連絡するときにもお金がかからないので、とても助かりますね。そして、LINE にはスタンプという面白い絵の機能があります。短い言葉で気持ちを伝えたいときや、会話を楽しくしたいときに、このスタンプはとても役に立ちます。日本人は、このスタンプを本当によく使います。かわいいスタンプや面白いスタンプを使うと、友達との距離がもっと近くなるかもしれませんよ。LINE は、日本で人との関係を作るための最初のドアのようなものです。まだダウンロードしていない人は、ぜひ使ってみてください。二つ目、交通のアプリ、乗り換え案内と、Google マップス。次に、日本の生活で絶対に必要になるのが、交通を調べるアプリです。日本の電車やバスのシステムは世界で一番と言われるくらい素晴らしいですが、その分とても複雑です。特に東京のような大都市では駅が大きくて電車の線もたくさんあってどこへ行けばいいかわからなくなります。そんな時、あなたの強い味方になってくれるのが乗り換え案内のアプリです。ジョルーダンの理科へ案内、ナビタイムなどが有名ですね。使い方は簡単です。あなたがいる駅の名前と、あなたが行きたい駅の名前を入力するだけです。そうすると、アプリが何時何分の電車に乗ればいいか、料金はいくらか、どこで乗り換えればいいか、そして、何番線のホームから電車が出るか、全部細かく教えてくれます。一番早く着くルートや一番安いルートを選ぶこともできます。このアプリがあれば、もう駅で迷うことはありません。
そしてもう一つセットで使いたいのが Google マップスです。乗り換え案内が駅から駅までの移動のプロなら Google マップスは駅から目的地まで歩く時のプロです。行きたいレストランやお店の名前を入れればそこまでの地図を見せてくれます。歩く道順も教えてくれるので方向がわからなくても安心です。また、お店の営業時間や他の人が書いたレビューも見ることができるので、レストランを探す時などにもとても便利です。この2つのアプリがあれば、あなたは日本のどこへでも自信を持って出かけることができます。3つ目、翻訳のアプリ、Google 翻訳や DeepL。3つ目は、言葉の壁をなくしてくれる翻訳アプリです。日本語の勉強を頑張っていても、まだ読めない漢字や知らない言葉はたくさんありますよね。例えば、市役所から来た手紙が難しい言葉で書いてあって読めないとき、スーパーで買い物をしているとき、この食べ物に何が入っているか知りたいとき、レストランのメニューが全部漢字で書いてあるとき、そんな困ったを助けてくれるのが Google 翻訳です。このアプリの一番すごい機能はカメラ翻訳です。スマートフォンのカメラをあなたが読めない日本語に向けるだけで、カメラの画面の中でその日本語があなたの国の言葉に変わるんです。まるで魔法のようですよ。これがあれば、レストランのメニューも怖くありません。また、音声翻訳の機能も便利です。あなたが自分の国の言葉で話すと、それを日本語に翻訳して音声で伝えてくれます。日本人に道を聞きたい時など、会話の助けになります。最近は DeepL というもっと自然な日本語に翻訳してくれるアプリも人気があります。両方使ってみて自分に合う方を選ぶといいでしょう。4つ目、安全のためのアプリ、Yahoo 防災速報。4つ目に紹介するアプリは、楽しむためや便利にするためのアプリではありません。あなたの安全を守るための非常に重要なアプリです。ご存知の通り、日本は地震や台風などの自然災害が多い国です。この Yahoo 防災速報は、そういった災害の情報を誰よりも早くあなたに知らせてくれます。例えば、大きな地震が来る数秒から数十秒前に、地震ですと、スマートフォンが大きな音で警告してくれます。この数秒で、机の元に隠れるなど、自分の身を守る行動ができます。また、台風が近づいている時や、大雨が降って、川が危なくなった時にも、避難してくださいという情報を教えてくれます。アプリをダウンロードしたら、まずあなたが住んでいる市や区を登録してください。そうすれば、あなたの街の安全に関する大切な情報だけを受け取ることができます。これは、日本で安心して生活するために必ず入れておきたいアプリです。5つ目、買い物のアプリ、PayPay などの決済アプリ。最後、5つ目は、毎日の買い物をとてもスマートにしてくれるアプリです。最近、日本のお店では、キャッシュレス決済がどんどん増えています。これは、現金を使わずに、
スマートフォンなどでお金を払う方法のことです。その中で一番多くの人が使っているのが PayPay です。コンビニ、スーパー、ドラッグストア、レストラン、そして小さなお店でも使える場所が本当に多いです。使い方はとても簡単。レジで PayPay でと言ってお店が見せる QR コードをスキャンするか、自分のお店のバーコードを見せるだけです。これなら財布から小銭を探す必要もありません。とても早くて衛生的です。さらに PayPay などの決済アプリを使うとポイントが貯まります。貯まったポイントは次回の買い物で1ポイント、1円として使うことができます。つまり、現金で払うよりも少しお得に買い物ができるんです。日本での生活に慣れてきたら、ぜひキャッシュレス決済に挑戦してみてください。はい、今日は日本での生活を助けてくれる5種類のアプリを紹介しました。LINE、乗り換え案内、翻訳アプリ、防災速報、そして PayPay。これらのアプリは、あなたの日本での生活をもっと便利に、もっと安全に、そしてもっと豊かにしてくれる素晴らしいパートナーです。まだ使ったことがないアプリがあったら、ぜひ今日ダウンロードして試してみてください。きっと、もっと早く使えばよかった、と思うはずですよ。それでは、今日の優しい日本語ポッドキャストは、ここまでです。また次回、お会いしましょう。さようなら。